ビル！シエロ。ウィル、どうしてこんなになるまで僕を呼ばなかったの？もう家に帰ったかと思って。ヨルナ！ダメだ、先生の言う通りだ。僕は自分の魔力を扱う方法を知らない。シエロは逃げて。やめてよ、僕に後悔させたいの？なんだろうね、あの恐ろしい生き物は。どうしてウィルを狙うんだろう。わからない。王国へ戻ろうとしたら急に現れて。ウィル、苦しいの？ごめんね、助けてあげられなくて。どうしよう。誰か。何？空から光が。シナモン様。いる！あの怪物が逃げていく。もう大丈夫だよ。よかった。ウィル！シエロ、ぼんやりしてどうしたの？ウィル、いつの間に僕の部屋に。ついさっき。あの時のことを思い出していたの？俺の名前をつぶやいていたよ。思い出していたわけじゃないよ。だって片時も忘れたことはないもの。顔色が良くない。最近休んでいないでしょ。僕が休んでどうなるの？世界は休みなく変化しているのに。シエロ、俺は君が心配だ。世界より？やっぱり休んだ方がいい。ほんの少しでいいから何もかも忘れて目を閉じて。何もかも忘れてか。うん、分かった。やってみる。ありがとう、ウィル。シエロ。おい、サバラ兄ちゃん、今なら俺っちが特訓付きで案内しちゃうっすよ。おい、クロードじゃねえか。おお、久しぶり。長く留守にして悪かったな。お前帰ってくるなら一言よこせよ。そしたら歓迎の準備したのによ。大げさだって。それにただの一時帰国なんだ。またすぐ戻る。そうだとしてもだよ、水くせえぜまったく。それにしても街はますます活気づいてるな。お前たちの働きの成果だ。すごいよ。ああ、俺っちたちお前が託してくれたこと一生懸命やってるんだぜ。だから早く帰ってきてこの国の騎士になってくれよ。うん、分かった。ってことはいよいよ決心したのか？うわっ、やったぜ。あ、いやいや、俺っちもまだ騎士になる野望は捨ててねえけどね。黒身は城か？しばらく手紙の返事が来なくてさ、直接話しに来たんだ。ああ、お城にいらっしゃる。だけどさ。黒身、お前どうしたその顔。目真っ赤だしまぶたパンパンじゃねえか。フラガリアメモリーズ。
嘘だろ。やっぱりあいつの国がいいんじゃないのかいって。何のことだ。泣くなよ。なあ、俺が悪かったなら謝るよ。でもお前が何の話をしてるか本当にわからないんだ。あたいの国が嫌になって最強の騎士のいるあいつの国に帰る気なんだろう。どこからそんな発想が出たんだ。もしかして俺がいきなり出身の話なんてしたからか。違う、あれはお前に言いたいことがあって、その前に打ち明けておくべきだと思ったからで。分かったよ。出てくよ。だけど話があるのは本当だ。なあって信じてくれよ、クロミ。まさかあんな誤解を生むとは思わなかった。完全に伝える順番間違えた。っていうかクロミが超えたいあいつってメロディー様のことだったのか。そういえばクロミ様、あいつの王国を超える最強の騎士を選んでやるって張り切ってたな。あれ本当に兄貴のことだったんだな。クロミは兄貴を超える騎士を見つけるつもりだったのか。クロミ、お前の夢どんだけでかいんだよ。でもわかるよ。超えたいよな。負けたくないよな。ごめんな。知ってたらあんな伝え方しなかったのに。傷ついたよな。ごめんクロミ。ルタ、この星の動きって。俺たちのよく知る誰かに新たな試練が降りかかるみたいだね。あいつ厄介な星回りの運命でも背負ってるんじゃない？読むだけでなく星の位置を変える力があればいいのにってこれまでにも何度思っただろう。ルタが自分を責めることなんてないからね。ありがとう。それとね、別の未来も星は語っているよ。彼の試練と時を同じくして大きな変化のうねりが来るって。シエロモートに言う？でもミュンナの国に何かが起こったって報告した時、ミュンナとクロード君に任せたいってあの人動かなかったよね。僕未だにちょっと腹立ってるんだけど。クラは優しいね。そんなんじゃないから。そもそも同盟に入ればシーズは出なくなるんじゃなかったの？話が違うじゃない。シエロモート君も気づいていると思うけど、シーズは変化している。より危うく恐ろしいものへと。そしてシエロモート君もきっと相当な無理をしている。もしかしたら本人も自覚はないのかもしれないね。青の大陸の同盟はどうなるの？一つ確かなのは、同盟がなかったら今頃はもっとひどいことになっていたということ。とりあえずシエロモートが見て見ぬふりをしたわけじゃないってことは分かったよ。本当にシーズって何なの？そうだね。何なんだろう。ったく、黒身のやつどこにもいねえし。何やってんだクロード。なあ、黒身って今めちゃくちゃ忙しかったりするか？全然城にいる暇がないくらい。いや、今朝だって俺っちたちの稽古を見に来て、みんな頑張るんだよって応援してくれたぜ。マジかよ。
ってことはやっぱり俺だけを避けてるのか。こんな徹底的に。やばい、話すどころじゃねえ。この2日間顔も見てねえぞ。顔色悪いぞクロード。頼んでいいか。今度黒身に会ったら俺が話したがってるって。やっぱり何でもない。なんだか知らないけど稽古にも顔出せよ。みんなクロードが帰ってきてウキウキしてるんだ。そうか。お、稽古生のやつらだ。じゃあ俺っち行くな。ああ。あれ、俺まずくないか。これじゃアコレードの申し入れなんて永遠にできねえぞ。おいクロード。どうした？お前に連絡が来てたってさ。これシナモロール王国のフラガリアから。シエロモートから？貸してくれ。はいや。クロード君へ。そちらの様子はどう？予定通り全体会議を開催したいと思っているんだけど、それまでには帰ってこられそうかな。シエロモートより。そうだよな。2日間って約束で休暇をもらったんだ。一旦戻らねえと。黒身のことどうしたらいいんだ。頭痛え。黒見様が？ああ、顔も合わせてくれねえ。こんなんで本当にアコレードできんのか？自分を信じて。黒見様の騎士はクロード君しかいない。なんでちょっと嬉しそうなんだよ、ウィルメッシュ。嬉しいからだよ。クロード君が黒見様の騎士になる決意を固めたことが。なあウィルメッシュ、頼みがあるんだ。その手紙を渡してくれとかじゃなくて。何？なんだ、元気そうじゃない。クロード君、ウィルメッシュ君、こんにちは。いや、元気そうって俺のことか？そうだけど違うの？まあ元気といえば元気だけど元気ではない。どっち？アコレードの日取りは決まった？アコレード。この間話してくれたよね。自分はなんとかの騎士の弟で赤の大陸から来たんだって。正式な騎士になる覚悟ができたからあんな話をしたんでしょ？今その話は。どうしよう。クロード君の顔が真っ暗に曇ってしまったよ。いいんだ、俺のことはしばらく忘れてくれ。ちょっとルタが心配するじゃない。しっかりしなよ。やあ、みんな集まってくれてありがとう。大変な時だから手短に済ますね。ミュンナもじきに到着する。それまでの間少し歴史のおさらいをしよう。歴史のおさらい？みんなも知っているよね。この世界には昔海と大地が混ざり合った混沌が広がっていた。そこにイチゴの王様が降り立ち、みんなが仲良くできる世界を作ろうと考えた。誰もが教わる始まりの物語だね。イチゴの王様はまず海と大地を分けた。すると命が芽生え始めた。イチゴの王様は一緒に素敵な世界を作るために何人かのお友達を呼んだ。この世界で暮らす命が増えると大地は自然といくつかの大陸に分かれた。イチゴの王様はそれぞれの大陸に王国を作ってたくさんの命を幸せにしてほしいと友達にお願いした。伝説のレッドブーケだ。さすがクロード君。君は赤の大陸出身。それもマイメロディー王国で育ったのだものね。あの国では伝説のレッドブーケの一人である初代フラガリアが
今も崇拝されていると聞くけれど。その通りだよ。そんな中で俺の兄貴はフラガリアになったんだ。根性あるじゃん。本当だよな。時が経ち、大きな3つの大陸が発展した。敬愛するロードの下で人々は幸せに暮らしていた。けれどある時、シーズという脅威が現れた。ありがとう、ルタール。そう、みんな仲良く暮らすために作られた世界にいつしかシーズが入り込んできた。入り込んできたのかどうかはわからないけれど。シーズの力が増してきていることに何か理由はあるんだろうか。わからない。でもシーズが現れた理由は必ずあるはず。シーズには意志を感じる。何か固く強い意志を。シーズに意志。ミュンナの国に現れたシーズから声みたいな音が聞こえた。俺はやっぱり何か言ってたのか。安易に心を寄せては危険だよ。聞き取れなかったのならまだ聞くべき時じゃないんだと思う。そっか。僕はね、世界が大きくなったことがシーズが現れるようになった理由の一つだと思うんだ。この素敵な世界は急に育ちすぎてしまったんだよ。どういう意味？王様だって世界が賑やかな方がいいでしょ。望み通りになったんじゃないの？大きくなったら一つではいられない。人の多い町ではすれ違う相手の名前も知らないでしょ。賑やかさのすぐ下には孤独が潜んでいるんだ。シーズの源は孤独。僕はこれまで何度もシーズに出会った。大きさも狙っているものも様々なシーズに。ある時気がついたんだよ。彼らが現れる時、いつも近くに不安が存在していることに。君たちの国でもそうだったでしょ？クラーク、ルタール。そうだね。不安か。確かにコギミン王国でも本当にお祭りを開催していいのか不安を抱えてました。ミュンナ！遅くなってごめんなさい。王国を出るのが少し遅れてしまって。どうしてるか気になってた。王国のみんなもだけど。ミュンナは元気か？はい、ミュンナもみんなも元気です。王国ではみんなできることを一生懸命やっています。畑も毎日手入れして少しずつ元気を取り戻してきました。そっか。ミュンナがフラガリアでよかったって誰もが思ってると思うぜ。ありがとうございます。シエロモートさん、シーズが狙うのは不安なんですか？それはどうしてなんでしょう？どうしてなんだろうね。ただ孤独と不安はとても近い。世界が大きく育った結果、僕たちはみんなで手をつなぐことが難しくなってしまった。僕にはそのことがシーズの出現と無関係だとは思えないんだ。孤独と不安。だから僕はブルーブーケを作ることにした。青の大陸が一つになれば僕がみんなを守ってあげられる。そしてそろそろ次の段階に進む時だと分かった。どうする気なの？そう、僕は全ての人々が手をつなげる世界を作りたい。この世界の全ての国の全ての人たちを一つにしたい。だからより大きな同盟を作ろうと思う。全ての王国が手をつないで僕がそれを守ればみんなが安心できて孤独も不安もなくなるよね。それこそが僕の見たい世界だよ。全ての王国を
同盟に。確かにシーズと不安が関係あるのならそれは有効なのかもしれないけれど。本当にできるの？フラガリアはみんな自分の手でロードと王国を守ることを望むものじゃない。僕たちがそうだったように。できるかどうかは問題ではないんだよ。みんなで青空を見るためにはやらなくてはならないんだ。具体的には何をするんだ？全ての国へ行って手をつなごうって言えたら理想だけど、それでは時間がかかりすぎてしまうから、まずは大きな国に声をかけようと思う。大きな国と仲良くなれたら他の国も仲間になりたがるかもしれないものね。大きな国というと？赤の大陸最大の国、マイメロディ王国。今この世界で一番大きな王国と言ってもいい。僕が次に同盟に入ってほしいのはこの国なんだ。そしてクロード君、おう。君に使者としてマイメロディ王国に行ってもらいたい。どうかな？なんだって？そしてその国のフラガリアの騎士に話してほしい。僕がどれほど仲良くなりたがっているかを。もちろん黒身王国の正式な騎士として。黒身の正式な騎士として兄貴のところへ。クロードさん。クロード君！なんで君っていつもそうなの？できないことばかりやろうとするよね、クロードって。兄貴。